はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はね、ずっとご要望もちらほらいただいてましたスイッチプロコン版 Firebird をレビューしていきたいと思います。正式な名称としては Firebird V2.4A っていう製品になります。こちらの Firebird、基本的には基盤の Firebird とかですね、あと Void PS4 Firebird、今 Firebird Shock っていう名前になってたりしますけど、そういったものとね、中身的にはそこまで変わりはないんですけど、スイッチプロコンで使える Firebird っていうことでですね、非常にコンパクトなこのスイッチプロコンの持ち心地っていうところをね、存分に活かしたですね、そんな製品になってます。今回はですね、そのスイッチプロコン版 Firebird っていうところだけではなくてね、つい先日 Firebird 自体がアップデートされてですね、 RC フィルターの設定項目非常に増えてます。そのあたりどういう風に設定していけばいいのか、こういう設定がおすすめですよみたいな話も含めてですね、お話できたらと思います。そうしたら行ってみましょう。はい、まずこのね、2台ある Firebird なんですけど、片方が私個人的に購入したもの、もう片方が提供いただいたものになってます。それぞれスペックが微妙に違うんで、そのあたりのお話からいきたいんですけど、まずですね、Firebird のベースコントローラー純正プロコンでですね、丸型ゲートシェルってなってます。両方ともですね。で、純正のクリアブラックが搭載されてます。で、ボタンの方はですね、このブラックのクリアテキストっていうボタンに変更いただきました。私がね、選択した方っていうのは純正のベースコントローラーのものを使用するっていう形なんで、ここのね、ボタン LED 透過しないですね。せっかくなんで両方光らせてみようかな。はい、これですね、今両方ともですね、パソコンに接続した状態なんですけど、こちら側はベースコントローラーのものを使用っていう方にしているので、ボタンのところの LED が透過しないですね。でもこちら側はですね、このブラックのクリアテキストっていうボタンになっているので、この ABXY っていう文字のところがね、透過して光るようになってます。またさらにですね、この L ボタンとかのところもね、透過しているのがわかるかなと思いますね。こういった違いが出てきます。見た目重視でね、この LED を存分に光らせたいよっていう方はですね、このブラックのクリアテキストとか、このクリアボタンとかね、このあたりを選択するといいのかなっていうふうに思います。で、スティックのね、カラーっていうのはベースコントローラーのものを使用っていう風にしていてですね、スティックなんですが、この左側の方ですね、提供いただいた方っていうのは実はここにまだメニューに搭載されていないですね、PlayStation 5対応の、JS13 Pro っていうのを入れていただいています。今後こちらも選択できるようにする予定ですということです。で、こっち側はですね、この JS13 Pro で、これはスイッチプロコン用の JS13 Pro っていうのが搭載されているみたいですね。で、この PlayStation 5用とスイッチプロコン用で何が違うのかっていう話なんですけど、本当にわずかに違いがあってですね、このスティックの高さがね、ちょっと違うっていうことみたいです。スケーリング形状ですね、この四角度合いっていつも言ってますけど、新エンドの方もね、ちょっと違いがあるらしいです。っていうね、そんな違いのある2つのスティックですね。あとはですね、私は振動モーター除去しない方が好きなので、除去しないっていう風な方を選んでます。で、ABXY ボタンはマウスクリック化しないでですね、普通の純正のメンブレンの押し心地のままにしてますね。はい。で、ZL、ZLR ボタン、このマウスクリック化は希望するっていう風にして、押し心地をね、良くしているっていう感じですね。で、私が購入した方、背面ボタンなしなんですけど、こちら提供いただいた方は背面ボタン2つ付きっていう形になってます。で、ハードワイヤリングはね、希望しないっていう風にしてますね。こんな形でね、もしこちらの提供いただいたものと同じような仕様にするとですね、価格としては22,000円にプラスして、18,480円ってことなんで、3480円っていう、そういう価格のコントローラーになります。カスタムを結構ねしてもらうっていうところで、ちょっとねお値段はまあするかなっていうところなんですけど、これ実際中をね見るとですね、なるほどこの価格もわかるかもなっていうね、すごく細かなカスタマイズが施されているのでですね、そのあたりもね、動画最後の分解のシーンをね見ていただけたらよくわかるかなっていう風な気がしますね。
こんな感じでスイッチプロコン版の Firebird に関しては背面ボタン2ボタンまでっていうことでですね、これで十分追加ボタン数足りるよっていう方はですね、結構 Firebird の中でも選択肢として非常にありなんじゃないかなっていうふうに思います。より細かくちょっと本体の方を見ていきたいなと思うんですけど、 LED はこんな感じでね光ってますね。背面ボタンがついてる方に関してはグリップ部分の材質若干変わってて、少しザラザラしたような感じの触り心地のグリップに変更されてます。こちらが純正のねグリップに関してはちょっとツルツルしてるんですよね。グリップ感はね別にこの純正のグリップでもそこまで悪くはないかなっていう気がするんですけどね。それで、こちらに背面ボタンがつくっていうそういう形になってます。背面ボタンに関してはこういうギザギザの滑り止めがついたようなタイプの背面ボタンですね。タクトスイッチになってます。L ボタンとか ZL ボタンのストロークとかねこんな感じで、かなりねストロークも短いですし、非常に押し心地のいいマイクロスイッチにしっかりとカスタムされてきています。十字キー、フェイスボタンあたりメンブレーのままなんですけど、このあたりのね押し心地とかもね、スイッチプロコンですからね、全く申し分ない、純正らしい安心感のある押し心地っていうんですかね。若干ストロークはあるんですけどね、こんな感じでこのあたりはねスイッチプロコンと全く同じっていう感じです。でですね、細かく見たいところとしてはやっぱスティックの高さですかね。こうやって見るとどうでしょう、違いがありますかね。私自身ほとんど違い気づかなかったんですけど、スイッチプロコン版の JS13 Pro の方がですね、ほんのわずかにスティックの高さ低いですね。1ミリにも満たないぐらいの坂、もしくは1ミリぐらいですかね、少し低いので、ちょっとね感度高めに遊ぶことができる、そんなスティックになってます。こちらプレイステーション5版のスティックの方はほんの少しですね高くて、通常通りの感度の感じですかね。そのあたりですね、ちょっとこれからスティックの感度カーブの方も見ていきたいと思います。スティックの感度カーブですが、プレイステーション5用の JS13 Pro を搭載しているモデルとスイッチプロコン用の JS13 Pro を搭載しているモデル比較しています。これパッと見ちょっと分かりづらいのでですね、いつものリニア度合いというところ見ていくんですけど、やっぱりスイッチプロコン用の方がですねスティックの高さが1ミリほど低いということで、ほんの少し感度が全体的に高めですね、そういう風に出てます。どちらもねリニアって言っていいような感度にはなっているのでですね、特にね、実際の操作感で大きく違いを感じるっていうことはなかったです。なので両方ともねリニアって言っていいんじゃないでしょうか。ほんの少しの改善っていうところでですね、このプレイステーション5版の JS13 Pro の方が確かに、デュアルセンス H には近いかなっていう感じがするのでですね、FPS には向いているのかなっていう気がしますね。そんなね細かい改善でもねやっていこうと取り組まれているっていうところはすごくね嬉しいなっていうふうに思うところですね。そしたら遅延の方もね、見ていきたいと思うんですが、一通りのモードでですね、有線ケーブル接続について検証していきましたが、だいたい平均1ミリセカンド中盤から後半あたりですねがスティックの遅延で、ボタンの遅延が2ミリセカンドぐらいですかね、っていう感じなんで、特段ですね遅延が大きいということは全くなくて、さすが Firebird だなという結果になりました。もちろん数値上はですねさらに高速な遅延を実現しているようなコントローラーっていうのは出てきているんですけど、それとの違いについて私はね全く感じ取ることができない、そんな高速なコントローラーっていうことになってます。これがですね PC 接続時の遅延なんですが、続いてですねこちら Firebird なんで、ブルックウィングマン P5 ベースコンバーターを使ってですね、PlayStation 5に接続することもできます。その場合ですねの遅延っていうのがこちらですね。これもね非常に高速で 66.64 ミリセカンドっていうことで、DualSense Edge を直接 PlayStation 5に有線接続した時よりも速いようなそんな遅延を実現していました。Void PS4 Firebird とほんの少し差がありますけど、このあたり計測誤差かなっていうところで、全体的に Firebird っていうのはですね、このコンバーター経由でも速いっていう傾向があるのかなというふうに思います。遅延の最後にスイッチ2ですね、本領発揮っていうところでね、相変わらずものすごい値が出てました。
こちらの遅延ですね、マイナス 0.15 フレームっていうことでですね、スイッチプロコンよりももちろん速いということで、こちらボイド PS4 Firebird と 0.01 フレーム差ありましたけど、これはね、おそらくほとんど同じっていうところなんだとは思います。遅延に関しては以上になります。そしたらこっからですね、ちょっとですね RC フィルター設定周りに関してですね、ちょっと話していきたいと思います。はい、こちら Firebird なので全く設定ソフトですね、こちらは Web 上のこのいつものね、ツールを使うということで変わりはありません。で、おすすめ設定こんな感じなんですけど、最近ちょっとね、スティック分解の8ビットにしてたりしますというところぐらいですかね。JS13 Pro なんでカウントカーブはリニアのままで、デッドゾーン系はこんな感じですね。相変わらずねアウターデッドゾーン100入れて、で、スケーリング形状25っていう風にしてあげるっていう形にしてます。これでシーエンドチェックやってみるとですね、だいたいデュアルセンスと同じぐらいのシーエンドになるっていうね、そういうことになります。スイッチプロ今版の Firebird に関してはですね、このアウターデッドゾーンの値ですね、はい、だいたい90ぐらいですかね。で、通常のプレイステーション5版JS13 Pro と同じぐらいの感度になりますので、この辺りですね、ちょっとスイッチプロコン版 JS13 Pro 搭載している Firebird をお持ちの方はですね、若干これ下げてあげるっていうのもおすすめになります。で、RC フィルターですね、今回からこの速度の倍率っていう設定ができるようになっているのと、マーカーの数最大でこのように5個設定ができるようになりました。で、この設定方法なんですけど、速度の倍率の方を固定してあげるのがよくてですね、だいたいこれ 2.00 から 3.00 ぐらいの間で使われるのがいいかなと思います。速度の倍率ってね、じゃあ具体的に何のことかっていうとですね、今までデフォルトで 0.13 という値でした。これだとこのね、スティックの移動速度ほとんど何か反応がないように見えるんですけど、これね、かなり、移動速度ね、もう思いっきりこう弾くような入力をしても、ほとんどどうでしょう、これでようやく100とかいくことがたまにねあるかなぐらいな感じでですね、スマブラ用ってことでね、かなりこういう激しい操作をするのに、適したような設定になっていてですね、今までこう移動速度の値2とか5とかそのぐらいで使ったり、3とかですかね、5とか7とかね、そのぐらいで使うのがいいっていう風な解説してきたんですが、実際 FPS ゲームはですね、しっかりと親指を乗せてこう操作して、速くてもこのぐらいの動きしかしないのでですね、あまりこのね、速度っていうのは速くならなかったんですよね。そこが倍率設定でこう拡大してあげることができるようになりました。純粋にここの速度の値が2倍になるっていうだけの話なんで、設定としては分かりやすいんですけど、適した設定っていうのがね、どのぐらいの範囲かっていうのはちょっとね、実際検証をしてですね、確かめてみました。その結果が2倍から3倍ぐらいっていうことですね。この速度だとですね、切り返しの時に思いっきりこう倒す時とかで128とかね、かなり右端までこの移動速度いきますけど、中遠距離とかはね、結構このぐらい20から40とかそのぐらいの範囲に収まります。で、今私がおすすめしたいのは3倍ですね。3倍にするとですね、ちょうど20あたりが中遠距離のエイムに影響する RC フィルターの設定になってですね、40が近距離から中距離ぐらいで、70、100、128、この辺りが近距離に影響がある、特に切り返し時に影響のある RC フィルターの設定値になるので、非常に分かりやすく設定できるようになったかなというふうに思いますので、3倍固定っていうのがおすすめです。実際この 3.0 っていう倍率にした時に、それぞれ10、20、40、70、100、128とかね、どういうエイムの時に影響が出るかっていうのも細かく調べてきました。調べ方としてはですね、こんな感じで0の時だけマイナス500とかね、あとは10の時だけ、マイナス500とかですね、こんな感じで徐々に調べたいところだけマイナス500にして他0みたいな設定をしてですね、それぞれ、ちょっと検証っていうのをやりました。その結果のグラフっていうのがこちらですね。
これいつも通り射撃訓練場で10メートル離れたダミー人形をランダムにレレレさせて、それをワーマができたシーンの再現っていうやつですね。で左側にスティック倒した時、右側にスティックを倒した時で、真ん中が中立ですね。でここが0秒で 1.5 秒まで1500ミリセカンドまで、時系列順に上に行くほど時間が経っているっていう状態です。でこのグラフが0の時にマイナス500にした時のグラフになってるんですけど、全くスティックが動いてない時も震えが出てます。0の時っていうのは主にこういう震えですね。この大きさっていうのを設定することができます。0の時を0にしてあげると、本当に本来持っているこのファイアバードの震えだけが出るので、かなり震えを抑えられる設定になりますし、逆にですね、震えを出したい時は0の値をどんどんマイナスにしていってあげると、震えが大きくなっていくと、そういう感じになります。若干ですね、こう止まった時、ちょうど止まった時のこう入力の誇張ですね。そういうものが出るっていうところも若干あるんですけど、基本的には0の値っていうのはそこまで大きく操作感に影響はなかったですね。続いて10の時にマイナス500にした時はこのグラフです。こちらもですね、止まっている時の震えに若干影響があるのはですね、こういう形の設定なんで、0から10までの間のところがね、若干効いてるっていうことでですね、10のところをマイナス500にした時はね、震えがちょっと大きくなるっていう傾向があります。これね、10のとこ0にするとこんな感じでビタッとまっすぐになりますので、震えがねほとんどなくなるんですけど、こんな感じでねちょっと震えが10の時は出るということで、0と10の値で震えの大きさっていうのを決めることができますということと、あとですね、0と違って10の場合はですね、こうゆっくり動かしている時ですね、そういう時に若干こう入力の誇張が出てきます。10あたりはねかなり遠距離、また近距離とかでもですね、動かし始めのところですね、まだスティックを倒す速度が速くなりきってない本当に最初のところの操作感に影響が出る設定になります。20の時にマイナス500にするとこんな感じですね。より速度が速い動きをしている時だけギザギザしているっていう感じになります。10と比べるとですね、この辺ゆっくりになってきているところでギザギザしてるんですけど、20だとちょっとこの辺ですね、スピードがある程度速いところがギザギザしています。ただこの切り替え指示っていうのは特に誇張が出てないところを見るとですね、20もかなり中遠距離ですね。また近距離でもこういう微調整をするときとかね、追い始めるときとか合わせにいってるときのエイムに影響が出ます。40だとこんな感じです。40になるとちょっと切り返しに影響が出てきますが、こちらもね基本的には中距離ぐらいのエイムに影響が出る設定ですね。続いて70です。70になってくるとこの辺りどんどんですね誇張が強くなってきます。で、続いて100ですね。100まで来るとかなりこの切り返しの時に効いてるっていうのが分かります。またね100の時その他の部分への影響っていうのは結構小さくなっていきますね。なので、100になってくるとかなり近距離寄りの設定ということになります。128でもう完全にこのね切り返しで一番速度が乗ってる時に誇張が出るっていうことです。そんなわけでですね、だいたいですね、近距離はこの70から128のところで設定をしてですね、中距離あたりっていうのは20から70あたりの設定、遠距離は10、20とかね、このあたりで設定していくっていう感じになります。でですね、おすすめ設定のこちらの RC フィルター設定ですけど、これはリードジョイのね、ゼノプラスであったようにできるだけ震えをなくす、そんな RC フィルター設定になってます。こちらの設定はねリードジョイのゼノプラスで強かったので、震えのない設定を Firebird で再現してやろうということでですね、作った設定で、スティックが動いてない時っていうのは0っていう形でですね、なるべく震えないようにしています。動いてる時の設定っていうのがね、操作感にかなり効いてくる肝の部分かなと思うんですけど、128は思いっきりマイナス500っていうね最大の設定にしてやってですね、切り替え指示っていうのはもうとにかく速度重視でしっかり切り返しが追っていけるような設定っていうのを作りました。近距離はマイナス410とかマイナス370っていうところでかなり強めの RC フィルター効かせてるんですけど、中距離とかはねこの辺りですね、マイナス300とかになってきてかなりね RC フィルターの値控えめにしてます。
遠距離マイナス150っていうことでですね、20、40あたりの設定どうしてもですね、近距離でもこう倒し始める時の速度っていうか RC フィルターの効きに影響が出てくるのでですね、ちょっとね固めかなっていうそういう設定にはなってます。ただ R5 とかでやってみた感じでもかなりこの設定強いんでね、結構おすすめ度高いです。近距離をできるだけ妥協せずに10円距離はしっかり当てていく、そんな RC フィルター設定になってます。この設定は結構強いんじゃないかなと個人的に思ってるんですけど、どうしてもこうスティックを止めた時のね震えっていうのが小さいんで、エイムアシストのかかり感っていうのはね若干弱いかなっていう気もしなくもないです。そのあたり気になる方はこのあたりの値をちょっとね入れていってあげるとかね、そういうことをしてもいいかもしれないです。こちらの設定はこのスイッチプロコン用 Firebird 以外にもですね、Void PS4 Firebird や今後出てくるであろう Firebird Shock、Firebird Sense とか、あとは基盤のね、Firebird とかにもね、一通り使える設定になっていると思いますので、こちら、プロファイル公開したいと思います。はい。で、こちらの設定ですね、こちら、モノル5マーカーズっていう形でですね、共有しておきました。コードに関してはね、こういうコードなんで、これを貼っていただいてもいいですし、公開プロファイルの方で、モノルっていう風に検索していただくとこんな感じで出てきますので、こちらでね、使っていただけたらなと思います。スティックの方のプロファイル1番にね、この RC フィルター設定と、この8ビットっていうね、スティック分解能とかね、スケール形状とかですね、アウターデッドゾーンとか一通りのスティックの設定だけを入れるっていうね、そういう設定にしてます。前回ちょっとねスティック以外の設定も入っちゃってたんで、そちら修正してですね、こちら、新しく入れてますので、よかったらねこのプロファイルのこの設定っていうのもぜひ使っていただけたらなというふうに思います。はい、でこちらの設定入れた時にどんな感じの動きになってるかっていうのを比較したのがこちらのグラフですね。Void PS4 Firebird の RC フィルター -400 がこの薄い青色のグラフなんですけど、その時よりもですねこの赤い、今回のね公開している設定、こういう細かい微調整の時に、振られすぎないっていうね、そういう感じの設定になってます。ちょっとね青い方はこういうところがね振られすぎていてですね、中遠距離とかでね、すごく難しさを感じるところがあったりはしたんですけど、今回の設定は切り替え指示はねしっかりこう強く好調っていうのが出つつも、こういうところは穏やかな RC フィルターの効きになってます。同じようにこれリードジョイゼノプラスのね震えない RC フィルターとも比較してるんですけど、この震えない RC フィルターとも結構近い感じにできたんじゃないかなと思います。ぜひねこちらの設定使ってみてですね、感想とか聞かせていただけたら嬉しいです。今後どういう風にこの設定をね煮詰めていくかっていうところの参考にもなりますので、そのあたりねコメント欄とかでぜひ、教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでゲームプレイですね。まずは R5 のワンマガジン抜粋からです。おすすめの RC フィルター設定は基本的に R5 で作り込んでですね、でその上で、ミックステープで、ちょっと調整をしつつ最後はランクで仕上げるみたいな感じで作ったんですけど、R5 ではね完璧に近いような操作感かなというふうには思ってます。どうしてもねちょっと癖があるっていうかですね、動かし始めのところちょっと RC フィルター弱めにしてて、強く動かすと RC フィルターが効くっていう感じなので、割と、しっかり当てていきたいっていう場面では強いんですけど、ちょっと遅れがちになるかなっていう印象もあります。なのでそのあたりですね、RC フィルターの値、移動速度が少ないところですね、10とか20あたりをね、微調整していただいて使っていただくのがいいかなというふうには思ってます。ただポテンシャル的にはこの設定ね相当高いような気がしていてですね、これに慣れるとめちゃめちゃ強くなれるような気がするんですよね。なのでちょっとねしばらく使い込んでいきたいなって思っている、そんな設定になります。スイッチ版の Firebird 以外でも使えますので、そういったねいろんな Firebird を使いながらですねこちらの設定を試していきたいなと
思ってます。そういうね、設定をいろいろと試してやり込んでいくっていう面白さがあるのが Firebird の本当に魅力的な部分かなと私は特に感じていてですね、なんかそういうのが好きなんでね、いろいろやるのが本当に楽しくて仕方がないなという感じです。特に今回の震えない RC フィルター設定を再現するみたいなものっていうのはとても楽しくできてですね、結構ハマってね、思った以上に時間をかけてじっくり作り込んでしまったみたいなところがあるんですけど、この設定結構気に入っているので、これで、やり込んでみたいなっていうふうにちょっと思っているところです。デュアルショック4のタイプのね、Firebird と違ってスイッチプロコン版の Firebird っていうところで、大きく違いを感じるところっていうのはやっぱりサイズ感っていうところが大きいですかね。すごくコンパクトですし、持った感じもフィット感もね、非常にいいです。グリップ部分が細くなっているっていうところが一番よくわかりやすい違いかなというふうには思います。なのでね、これはこれでね、すごく良かったなっていうふうに思いますし、もちろんマイクロスイッチに乾燥した L ボタンや ZL ボタン、R ボタン、ZR ボタンもね、すごく小気味よく入ってくれますし、オーカーツも結構低めでですね、これはね、ぜひ入れて、いただきたい。そんなね、おすすめのカスタマイズになってます。背面ボタンですね、これはね、ボイドの製品とほとんど同じような感じだと思うんですけど、若干硬めでね、少し押すのに力がいる感じっていうのと、タクトスイッチなんで、マイクロスイッチと比べると若干押し心地は劣るかなっていう感じはしました。カスタムコンとかですね、あとは自分でねカスタマイズするキットとかもねよくありがちなタクトスイッチの背面ボタンなんですけど、できたらねここも今後マイクロスイッチとかになっていったらいいのになっていうふうにはちょっと思うところですね。その他ですね、特にこうデュアルショック4型からこうスイッチプロコン型になったからといって、慣れるのに苦労した点とか一切ないですし、特にね不利になりそうな何かこうデメリットみたいなところも全く見当たらなくてですね、これは本当に、コンパクトなコントローラーを求めている方には非常におすすめですね。デュアルショック4のね形があんまり得意じゃないとかっていう方もね中にはいらっしゃいますから、そういった方にも非常におすすめかなっていうふうに思いました。で場面変わってコールオブデューティーブラックオプス7なんですけど、こちらでおすすめの RC フィルター設定を試してみたんですね。その感じから言うとやっぱちょっとね癖強いかなっていう気はします。ただものの1戦か2戦ぐらいやって慣れてしまえばこれはこれでかなり強そうだっていうね、そんな感じがしました。そこまでねめちゃくちゃ精度よく遠距離エイムをしなきゃいけないっていう場面はあんまり多くないコールオブデューティーなんですけど、落ち着けてエイムしたいよっていう時にはね本当にしっかり落ち着けてエイムできますしね、パッと置いたい時はしっかりと終えるっていうところのね、メリハリがある、そんな感じの設定になってますから、割とねこれはこれで強いんじゃないかなっていう風にコールオブデューティーでも思いました。やっぱり同じですね、APEX とそのあたりのね感覚っていうのは結構似通っててですね、10、20あたり微調整するともう少し自然な感じにはなるのかなと思うんですけど、ちょっとね強めの傾斜っていうんですかね、10、20あたりとね100以上の設定、の差がねちょっと大きめっていう、そういう設定になってますから、そこを緩和してあげるとですねもう少し自然な感じにはなるんだろうなっていうふうには思うところです。で右手黒持ちの方も触ったりしたんですけど全然やりやすかったですし、なんでねこのスイッチプロコン型 Firebird がねあんまり FPS ゲーマーさんに注目されてないんだろうってね結構不思議に思う、そんな感じでしたね。めちゃくちゃ FPS ゲーム向きなコントローラーになっているのでですね、本当にね FPS ゲーマーさんでちょっと気にはなってたけど、本当にね、ちゃんと使えるのか、スイッチプロコンって大丈夫かなみたいにね思われてた方もね、私は太鼓判を押せるかなっていうふうに思ったのでですね、ぜひね、チェックしていただけたらなっていうふうに思いますね。はい、そしたらですね、ストリートファイター6で十字キーですね、こちらチェックしていきたいと思います。ほぼスイッチプロコンなんですが、Firebird の基盤のね、パターンが入っているっていうことでですね、どんな操作感なのか、格ゲーに使っていけるかっていうところをチェックしてみます。
はい、ざっと30分ぐらいですね、コンボ練習やってきました。やっぱりメンブレンということでね、本当に十字キーの入りはめちゃくちゃいいですね。パターンがファイアバードのパターンというところも全く問題なくて、すごく入りのいい、そんな十字キーとフェイスボタンでした。全くこれならね、問題なく楽器遊んでいけるんじゃないかなと思いますので、そういったところの用途にもね、バッチリ使っていける、そんなコントローラーだったかなと思います。はい、そしたらスイッチプロコン版のファイアバードを分解していきたいと思います。まずここのグリップ部分を分解していきます。プロコンの分解と基本的には一緒ですね。背面ボタンついてるんで、そこの配線とかだけ気をつければいいって感じですかね。はい、ネジ2つ外し終わったらグリップを下に引き抜きます。この時背面ボタンの配線を切断しないように気をつけながらですね、抜いていきます。はい、こっち側も抜いていきますが、これね、背面ボタンつけるためにわざわざですね、このシェルをねちょっと削ってあるのが分かりますね。はい、すごい、こんなところも実は背面ボタンをつけるためにはカスタムが必要になってるっていうことが分かりますね。ここまで外れたらですね、ここに1、2、3、4つですね。ここに見えてるネジ4つ外していきます。はい、そしたらこの背面部分のカバーが外れてきます。よいしょ。こんな感じですね。で、またね、ここにネジが1、2、3、4つですかね。そうですね、見えてくるのでこちらを外していきます。結構ね、スイッチプロコンは分解がややこしくて、また分解するのが大変ですよね。はい、4本ネジが外し終わりました。で、最後にここですね、ここにもネジがあったので、これも外しておきます。よいしょ。これで合計5本でしたね。よいしょ。はい。そしたらフロントパネルを外していけるはずなんですが、どうだろう。外れますね。外れてきますが、基板2種類あってですね、フロントと中身のスティックモジュールついてる方の基板があって、そこをつなぐリボンケーブルっていうのが入ってますので、これを外してあげなきゃいけないですね。これはなかなか複雑な作りになってんな。指でやろうかな。はい、外れました。これでようやくフロントと、背面とか分離することができました。フロント側の作りこんな感じですね。もうちょっと分解してもいいかもしれないな。どうしようかな。Firebird for Procon ボタンボード PCB バージョン 2.3 って書かれてますね。で、こっちが背面側には Firebird 2.4A メインボード260402ですかね。260402って書かれてます。かっこいい基板ですね。で、スティックモジュールはもちろんですね、JS13 Pro プラスが入ってるっていうことですね。結構思ったよりも複雑な作りがされているっていう感じです。ただ、こっちはね、メインボードの方は特にこれ以上分解する必要ないかなと思うんですけど、見るところ特にないので、こっちだけちょっともう少しだけ分解してみます。じゃないとね、遅延テストもできないんでね、これを分解するには4つのネジが今のところ見えてるので、それを全て分解、外していってみます。はい、外れますね。これで、はい、外れてくるんですけど、このトリガー部分をつなぐこのケーブルっていうのがあるんで、これ外しちゃっても別にいいかな。ちょっと一回外しますね。なかなかね、壊さないようにっていうところで気を使うところではあるんですけど、L ボタンのところ簡単に外してこれたので、中身のスイッチ見ていくと、カエル製のマイクロスイッチがね使われてて赤いボタンになっていて、
で、こちら側はなんか多少加工されてるっぽいんですよね。こっちもこんなところもね細かく加工されているっていうのもすごいですね。でここのキャップはシリコンゴムじゃなくて硬いプラスチック製になってるんで、結構ねマイクロスイッチの押し感そのままダイレクトに伝えるっていう、そんな感じの作りになっているのが分かります。確かにすごくダイレクト感のある押し心地ではありますね。せっかくなんで ZL も確認できるようにしてみようかな。はい、外してくることができました。こちらもね ZL ボタンもちょっと加工されてますね。なんかとにかくすごいいろんな細かな加工が入っていて、これはなかなかねスイッチプロコン版ファイアーバードって作るの大変そうですよね。はい、こんな感じでオムロン製のマイクロスイッチっていうのが ZL、ZR ボタンには使われているようですね。で外してきたボタンボードこんな感じなんですけど、こっちが十字キー、こっちが ABXY フェイスボタンの方です。すごい複雑なパターンを相変わらずファイアーバードはしてますね。はい、おそらくこっち側のですね、このボタン本体の方に関してはそのままプロコンの純正品が使われているのかなっていう気がしますけど、基板側だけはね結構凝った感じのパターンがデザインされている、そんな基板になってますね。そしたらこれでスイッチ2に接続した時の遅延と、あとはP5S ですね、コンバーター使ってプレイステーション5につなげた時の遅延の計測をやっていきたいと思います。ただ同じ Firebird といってもスイッチプロコン版 Firebird はこんな風に2つに基板が分かれていたりとか、細かな加工がされていたりとかですね、すごく手間のかかった製品だったっていうね、そういうことが分かりました。面白かったですね、分解も。はい、以上ですね、スイッチプロコン版 Firebird V2.4A ですね、こちらをレビューしてきましたがいかがだったでしょうか。同じ Firebird ということでですね、どの Firebird も本当にめちゃくちゃ強いなっていうところでですね、今までよく取り上げてきましたこちら Firebird Void PS4 Firebird、 現在 Firebird Shock っていう名前になっています。こちらもちろんねめちゃくちゃ強いですけど、こちらと比べてね、やっぱりちょっとグリップが細くなっていたりとかですねして、全体的な持ち心地としては少しこちらの方がコンパクトに感じられてですね、持ち心地は私はねこっちの方が好きかなっていうふうに思うところです。手が小さいっていうね、そういう方にはねやっぱりスイッチプロコン版 Firebird の方が向いてるんじゃないかなっていうところですね。唯一の注意点としてはやっぱりこのボタン数っていうところですかね。背面にボタンだけが追加されているというところでですね、どうしてもですね、いろんな細かな操作すべてをですね、スティックから親指を離さずに操作しようとなるとですね、こういう黒文字とかでね、右側だけ人差し指でボタンを押していくとかっていう工夫は必要になってきます。こういった操作、慣れてる方はいいですが、慣れてない方にとってはちょっとね、慣れるまで苦労するっていうことがあるかもしれないっていうところはね、注意点かなと思います。それを除いたらですね、もう ABEX で使っていくには文句なく素晴らしい、そんなコントローラーになっているのでですね、Firebird としては珍しいですね、非常に入手性、がいい、そんなコントローラーになっていますので、気になった方はぜひ概要欄の方からね、チェックをしてみてください。はい、以上ですね。今回の動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また、もし余裕があったらですね、ハイプの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。